こんにちは、東京ベジライフです。私は日々のクッキングに塩麹、醤油麹、甘酒といった発酵調味料を使っていますが、今回はそういった麹類の調味料の作り方とそれらを使ったおすすめのお料理をご紹介します。塩麹、醤油麹、甘酒の元となる麹菌はカビの一種で、お醤油、お味噌、みりん、日本酒などの元になる菌です。日本にしか自生しない菌で、日本料理には欠かせないものとなっています。麹には酵素がたっぷり含まれていて、タンパク質をうまみ成分のアミノ酸に変えることで素材のうまみを引き出します。また添加物がなかった時代から保存料として使われています。麹を使って調味料を作るのに使われる種菌は食材に菌を生やした状態で売られています。米に生やしていれば米麹、麦であれば麦麹、豆であれば豆麹になりますが、一般的に販売されているのは米麹で、この動画でも米麹を使っていきます。米麹は一般的に生麹と乾燥麹、そしてその中間の3種類があります。生麹はその名の通り、麹菌が生の状態で乾燥したお米に生えているものです。乾燥麹が常温で何ヶ月も保存が可能であるのに比べて、生麹は冷蔵で1ヶ月ほどしか持ちませんが、その分菌の力が強く、濃く味わい深い調味料ができます。中間のタイプのものはスーパーの冷蔵コーナーで売っていることが多く、手頃に買うことができます。私は概要欄にリンクを貼っておきますが、普段は有機玄米の生麹を使っています。塩麹の作り方はとても簡単。米麹 100g に対して塩 40g、水 200cc を合わせ、蓋を軽くのせ常温で置きます。あとは1日1回混ぜるようにして5日から7日置くだけです。甘い香りがするようになれば完成です。そんなに待てないという場合はヨーグルトメーカーを使い、60度で6時間発酵させ作ることもできますし、ヨーグルトメーカーがない場合は炊飯器の保温モードを使い、布巾で覆い同じく6時間発酵させればできます。作り方は生麹も乾燥麹も同じで、麹が塊になっているものはほぐしてから発酵させるようにします。塩麹は塩を使う代わりにどんなお料理にも使うことができます。塩小さじ1であればその2倍の小さじ2を目安に使います。まろやかな塩味にお米の甘さが加わっていますので、しょっぱさがなく、お野菜にそのままつけて食べても美味しいですが、おすすめなのは塩麹きんぴらです。その時に冷蔵庫にあるお野菜ででき、今回はブロッコリーの茎と人参で作ります。ブロッコリーの茎は硬い皮を剥けばとても美味しい食材です。作り方はとてもシンプルで、フライパンを熱し油を加えたらお野菜を炒め、塩麹少々を加えて蒸し炒めにするだけです。普段の野菜炒めやきんぴらがびっくりするほど美味しくなるので、塩麹を作ったらまず試していただきたいです。塩麹のうまみ引き出し効果を最大限に感じられるのがお漬物やマリネです。お野菜の量に対して 10% を目安に塩麹を加えて冷蔵庫で置いておくだけ。10分15分置いただけで美味しい浅漬けマリネサラダが出来上がりますが、さらに寝かすと本格的なお漬物になります。お野菜の他に水切りした硬い島豆腐などをつけるのもおすすめです。3、4日冷蔵庫で置いておくとまるでチーズのような味わいになるので、そのままお酒のおつまみにしてもいいですし、サラダに入れたりサンドイッチに挟んでもいいですね。醤油麹の作り方は塩麹よりさらに簡単。米麹を保存容器に入れたらかぶるくらいのお醤油を入れ、蓋を軽くのせます。米麹がお醤油を吸うので、1日1回混ぜ合わせるときにお醤油をひたひたになるくらい必要に応じて足します。5日から7日置き、甘い香りがするようになれば完成です。ヨーグルトメーカーなどで発酵させることもできるようですが、お醤油を熱を加えすぎると香りが飛んでしまうので、私は醤油麹は常温発酵で作っています。醤油麹は醤油にお米の甘みが加わり、醤油とみりんを合わせた時のような甘辛な味になります。以前ご紹介したようにすりごま、練りごまと合わせてごま和えのソースにしても美味しいですが、塩麹と同じく一番おすすめなのはシンプルな炒め物。今回は私がよく作る小松菜とひじきの炒めサラダをご紹介します。フライパンを熱し油を加えたら
小松菜の茎の部分と水で戻したひじきを炒めます。小松菜の葉の部分と醤油麹を加えたら蓋をして少し蒸らすだけです。熱いうちに食べてもいいですが、少し置いて冷ましてサラダのようにして食べるとより味が染み込んで美味しくなります。次におすすめなのが、みりんもお出汁も使わずに醤油麹だけで作る醤油麹じゃがです。熱したお鍋に油を加え、玉ねぎ、人参を炒めたら白滝とじゃがいもを加え、醤油麹を混ぜ合わせ弱火で10分ほど煮込みます。無水鍋ではなく普通のお鍋を使う場合は少しお水を足してください。冷蔵庫でしばらく置いておくと味がなじみ浸透し、より美味しくなります。甘酒の作り方は塩麹より醤油麹よりもさらに簡単。米麹と同量の水を合わせ、ヨーグルトメーカーを使い60度で6時間発酵させるか、炊飯器の保温モードを使い布巾で覆い6時間発酵させるだけです。お湯で薄めてそのまま飲んでもいいですが、私はお砂糖の代わりに煮物に使ったりめんつゆを作るのに使います。また先日のバレンタインチョコでもご紹介しましたが、お菓子を作るのにもお砂糖の代わりに甘酒を使っています。今回は簡単にできてヘルシー、普段の日のおやつにぴったりなチアプディングをご紹介します。チアシード大さじ3に豆乳1カップを合わせ10分ほど置いたら食べやすい大きさの容器に入れます。冷蔵庫で2時間から一晩置いたら完成。あとは甘酒とお好みのフルーツなどをトッピングするだけです。見た目もおしゃれでカフェに来たみたいな気分になりますね。甘酒を使ってコチュジャンを作ることもできます。甘酒 100g と塩 10g、韓国産粉唐辛子 30g を合わせ一晩常温で寝かした後、冷蔵庫で保存します。スープを作ったり炒め物に使ったり韓国料理には欠かせない調味料ですが、今回はこちらのコチュジャンを使ったお刺身ビビンバをご紹介します。お刺身に使うこんにゃくを薄く切り、塩麹を揉み込み、冷蔵庫で15分以上置きます。こんにゃくをざるに入れ、お湯で洗ったらよく水切りします。コチュジャン大さじ1、お酢小さじ2、レモン汁小さじ1を合わせ、すりおろしたニンニク半かけとすりごま適量を入れた合わせだれでこんにゃくを和えます。ご飯にサラダをのせ、ごま油少々を垂らしたらこんにゃくをのせ、千切りしたしそをトッピングして完成です。さっぱりしてヘルシーなのでランチや重めのディナーの締めにぴったりです。ここまで見てくださってありがとうございます。今日は麹類の発酵調味料の作り方とそれらを使ったおすすめのお料理をご紹介しました。発酵調味料を使うとシンプルなお料理も驚くほど美味しく仕上がりますので、ぜひお試しいただければと思います。それでは See you next time!